姿勢が正しくなると音が変わる。これは精神論ではなく物理法則です。さらに、サイレントギター独自の特性を活かせば、体への負担、特に腰のダメージを最小限に抑えることが可能です。クラシックギターの正しい姿勢については、動画やウェブ記事などでかなり多くありますので、参考文献は十分世に出ております。そのため、今回の動画では、軽量なクラシックサイレントギターとストラップを組み合わせた現代的かつ合理的な新標準姿勢を解説します。姿勢は技術より先に整えるべきことです。クラシックギターには他のギタースタイルと異なる演奏姿勢があります。この姿勢を見て、堅苦しい、難しそうと感じる方もいるかもしれません。しかし、この姿勢は見た目のためではなく、体への負担を最小化し、音を最大化するために洗練されてきた設計です。間違った姿勢で練習を続けると、上達が遅くなるだけでなく、肩や首、手首への慢性的な負担にもつながってしまいます。最初の段階で正しく覚えることが長期的な練習を守ってくれます。ストラップを活用した3つのポイント。1つ目、ギターの位置と安定。ストラップの調整ですね。クラシックギターは左足の上に乗せ、フットスタンドまたはギターサポートを使ってボディを体に引き寄せる。ネックは斜め上、およそ45度。ギターが体と一体になるように安定させる。この基本姿勢、やめましょう。この基本の姿勢、理想の形、できましたか？その姿勢を維持できるように、ストラップの長さを調整しましょう。それだけです。サイレントギターとストラップの使用では、フットスタンドも専用の椅子を用意する必要もありません。立って弾いてもいいんですね。足台を捨て、両足をフラットに置く。これだけで腰痛の予防ができます。サイレントギターはボディがないため、ストラップで固定した際の密着度が高く、足台を使わなくても、クラシックギター特有の45度のネック角度をしっかりと再現ができます。一つだけ注意点。ギターの位置は高めがおすすめです。エレキギターのかっこいい持ち方のように、間違ってもストラップを極限まで下げて低い位置で弾いてはダメですよ。二つ目、右手の位置と動き。右手は弦の上に自然と落とす。手首を軽く曲げた状態。これで弦を弾くと理想的です。膝は軽くギターのフレームを乗せる程度で固定します。ストラップを使用している場合は、ギターを膝に乗せる必要はありませんね。力を入れて弾こうとすると音が硬くなり、手首の負担が増えてしまいます。重力を利用して弦に指を落とす感覚が正しい状態となります。サイレントギターの利点はボディの薄さです。厚みのあるギターでは右肩が外側に張り出し、肩甲骨周りに緊張が走ってしまいますが、サイレントギターなら腕を自然に下ろした位置で構えられるでしょう。3つ目、左手の位置と力の抜き方。ストラップを使っている場合、ギターの重量をこのストラップが請け負ってくれます。そのため、左手は楽器を支えるという仕事から解放されるでしょう。左手の親指はネックの裏、中央に軽く添え、指先でフレットのすぐ後ろを押さえます。この押さえるという言葉から力を入れすぎてしまう方もいますが、実際には弦をフレットに触れさせるのに必要な力というのは実は驚くほどわずかです。軽く添えるだけで十分です。この脱力こそが速いフレーズや難しいコードの移動を可能にしてくれます。
よくある間違いと修正方法を見ていきましょう。一つ目、ギターの位置が低すぎる。ストラップを長くしすぎてしまうと、左手首が深く曲がりすぎて、それこそ腱鞘炎の原因になってしまいます。あくまでクラシック演奏に適した高さを維持しましょう。見た目のかっこよさよりも機能美を優先するのが長く楽しむためのコツです。私はフュージョン系のギターの方が最終的に好きになったため、この高めの位置でギターを深く操る方がかっこいいと思う価値観を持っております。二つ目、猫背や前のめりになる。手元を見ようとして頭が前に出ると、首から肩にかけて強い負荷がかかります。長時間の練習で肩こりや首の痛みを感じる場合は、この姿勢の問題が原因となることが多いです。視線はギターまで下ろすのではなく、ギターを自分の視界に引き寄せる意識を持ってみてください。鏡で横からシルエットを確認するのが修正の最短ルートとなります。三つ目、力を入れすぎて弾く。力を入れれば大きな音が出ると思いがちですが、クラシックギターでは逆です。力を抜いた指の方が弦に深く入り込んでより豊かな音が出ます。力みや音を固くし、速いパッセージの妨げになってしまいます。できれば全身の力を抜く。この全身の力を抜くことから始めることです。これがクラシックギターの音作りの基本となっていくでしょう。最初の1週間はフレーズを頑張って覚えるよりも、自分にとって最適な姿勢とストラップの位置、これを探ることに時間を割いてみてください。姿勢が一度体に馴染めば、それは一生ものの資産になります。サイレントギターという現代のツールを伝統的な技法に縛られずに論理的に使いこなす。体への優しさが結果としてあなたのギター継続率を飛躍的に引き上げてくれるはずです。これは私自身長くサイレントギターとストラップを組み合わせてきて感じたことなんですが、腰への負担や椅子の高さに依存しないメリット、これは痛いほど感じることができるでしょう。本当にどれだけ椅子や足台の高さ、ギターの構え方に悩まされてきたことか。サイレントギターについてクラシック目線で検証や実演の動画を出しています。ご興味あればチャンネル登録しておいてくださいね。また、サイレントギターやクラシックギターで困っていることがありましたら、ぜひコメントをご活用ください。別動画で検証していきたいと思います。ではまた。